いろいろ話しちゃった。いっぱい話しちゃった。何話したか忘れました、本当に。ヘベスティ、こんにちは、ハネだよ。今日はメイクの動画を撮ろうかなと思って。っていうのもね、明日から今は3月26日なんだけど、3月27から1週間韓国に行くの。これなんかね、いろんな動画で言ってるんだけど、それで1週間くらい動画撮れないし、今ストックゼロだから久しぶりにメイクの動画撮ろうかなと思って、今回はメイクをしようと思います。前に撮ったのいつだっけ忘れちゃったんだけど、でもちょっと変わったかなと思って、だから今回は動画を撮ろうかなと思ってる。はい、もう始めていい？下地はこれでもね、これはもう一生使ってるよね。これずっと使ってるから、本当に参考にならないかもしれないけど、ピンク。とりあえず私は顔が赤いから赤みを抑えなきゃいけないんです。なんか眉毛反りすぎて今すっごい細いんだよね。ごめんね。ね、マイクがさ生きてるか心配。大丈夫そう。で、コンシーラーはこのなんだっけ、ルナのバニラっていう多分一番軽い色、これを使うんですけど、とりあえずこの目の下ね、目の下とここが本当にここが赤くなってるのが本当に嫌いだから、ここね、で鼻、ここも最近やってる。ここ前の動画でやったか覚えてないんだけど、これやって、あとここ、はい、こんな感じ。明日から韓国行くんだけど、天気がさ日本とどのくらい違うのか分かんなくて、どういう服持っていけばいいか分かんないの。なんか去年だよね、一昨年、去年韓国に行った時は2月だったのね。めちゃくちゃ寒いっていう、韓国がすごい寒いっていうのを知ってたから、2月はダウンを着て行って、ヒートテックもすごい持ってったんだけど、今3月でもうすぐ4月じゃん。てかもう4月なんだってよ。やばくない？もう信じられない。早すぎる、本当に。だって2024年の4分の1が終わったってことでしょ、ね、信じられる？みんな本当に無理。これ毎年言ってるけど、毎年驚くんだよね。みたいな。それ置いといて、なんだっけ、韓国でダウンを持ってったんだけど、今は東京とあんまり気温が変わらないみたいな話も聞いて、だからアウターを何個持っていけばいいのか分かんないんだよね。でもさ、天気、3月韓国天気とか調べてもなんか全然3月の天気はこういう服装を着てますっていうのが全然出てこなくて、今本当に困ってる。で、韓国1週間行くから本当にね、いろんな回りたい店をめちゃくちゃチェックしてて、この前インスタグラムのストーリーでみんなに聞いたの、どこいいですかみたいな。そしてもみんな親切にさ教えてくれて、ネバーマップの共有もしてくれて、本当にもうね、ありがたかった。だってもう2日前なのに2日前から計画されてた。本当っておかしいでしょと思うけど、去年はもうね1ヶ月くらいずっと友達と話してて、ここどこ行くとか言ってたんだけど、なんかお互い忙しくて全然そういう話できてなくて、やっと2日前に集まって、このどこ行きますかっていうお話を昨日したので、その時にみんなの、シェアしてくれたやつとかも一緒に2人で見て、これいいねとかいうお話をしたので、本当にありがとうございます。マジで感謝で、行きたい店がいっぱいあったから行く。なんかみんな大体3泊4日ぐらいだと思うんだけど、私たちからしたら全然足りなくって1週間しかないでしょみたいな。去年とかは卒業旅行みたいな感じで行ったから1週間ちょうどいいと思うんだけど、今回は別に何の理由もなくって普通に遊びに行くだけなのね。だけどもう一回1週間の楽しさを覚えちゃったから、1週間以上短くできなくて、だから
今回はもう1週間行くことにしました。だからみんなにもうシェアしたいし、私も見返してまた韓国に行った気分になれるような動画を撮りたいと思ってるから見てね。で今週は終わりましたので、はい、見えちゃうんだこれ汚いね、汚い。はい、エスポアのプロテーラーニュークラスファンデーション、これをなんかね、このルナのコンシーラーがすっごいカバー力あるから、このファンデーションをねあんまりやんなくてもいいからちょっとだけやる。インスタグラムとかでよく見るおしゃれカフェに行ったことないみたいな、この話したのかもしれないんだけど、本当に行けないの怖くて、なんかセレクトショップとかも結構怖くてあんまり入れなくて、一人であるじゃん、可愛い古着屋さんとかあるんだけど、店員さんと1対1みたいになるのが本当に緊張しちゃうから全然行けなくて、本当にセカストとかめっちゃ楽じゃん行くの。でも中目黒とか渋谷とかもそうだけど、そういうセレクトショップって結構狭いし、で値段もちょっと高めだし、で1対1だからなんかもう買わなきゃいけないのかなみたいな感じになっちゃって、あんまり行けないんだけど、韓国はそういう店すごい多いらしくって、韓国わざわざ行くし、そういう店も頑張って入ろうかなって思ってるし、カフェもすっごい多いの。日本に比べて2倍の多さが2倍以上かな、もう忘れちゃったんだけど、日本の2倍くらいカフェがあるらしくて、やばいよね。私カフェ日本でそんなに行くわけじゃないけど、でも韓国行ったらなんていうの、普通のおしゃれなカフェじゃなくてチェーン店あるじゃん。いろんなチェーン店があるんだけど、そこのドリンクがもう本当にこのぐらいでかいサイズで350円とかなの。めっちゃ安いと思って、でそれ毎日持って飲んでた。だからみんな韓国人なんか冬でもアイスコーヒー飲むとか言うじゃん。本当にそんな感じでみんなアイスコーヒー手に持って飲んでたから今回もそれをやろうと思います。はい。でアイシャドウは今回はなんかさ、アイシャドウの前にチークやるね。チークをね変えたの。これペリペラのピュアブラッシュドサンシャインチークのカンピンク、これにこれを塗りますね。でこれ塗り方があって、この前まではこのねすっごい広範囲になんかこうやって塗ってたんだけど、それやめて最近はもうここら辺に塗るようにしてる。クマのところあるじゃん、ここが白いと可愛いってことに気づいたの。ここの隙間を白くさせたいから、とりあえずこう取るんです。そして笑ってここら辺チークはね多い方がいいから適当にいっぱいつけて、ね、ここもねちょっとやりすぎた。ここもやって、鼻の上もやる。そしてこんな感じで、アイシャドウもちょっとこれ同じ色っぽくしたいから目もちょっとやっとく。アイシャドウなんだけど、これカラーグラムピンクプラスラベンダー03番、こちらを使うんですけど、これでちょっとアイシャドウブラシが家にないので付属のやつのこれ使うけど、これでこのピンクベージュみたいなこれを一回塗るの。私アイシャドウを濃くするの好きじゃなくて、同じようなカラーで揃えるのが好きなの。そっちの方がナチュラルに可愛くなるし、なんか凹凸が出るっていうか陰影が分かる方が可愛いかなと思って、最近はそういう感じにしてる。はい、そんななんかちょっとでいい。涙袋は前と変わんなくて、線を長くすると私離れ目だから目が近く見えて可愛くなるっていうか、最近ハマってる歌手がいて2人いるんだけど、1人はラナちゃんってすごくない？びっくりして。私19歳なんだけど、そのラナちゃんは日本のラッパーの女の子なんだけど、この子も19歳なの。多分同い年、同じ学年だった気がするんだけど、
曲なんか日本のやつあんまり流れてこないから、なんかアルゴリズムで日本のやつあんまり見てないからスキップしちゃったりしてて、あんまり流れてこないんだけど、その私のおすすめ欄でもそのラナちゃんの曲がすごい流れてきて、めっちゃ耳に残ってて、Spotify で音楽探してる時にラナちゃんの曲が出てきたから、ラナデルレイじゃないよ日本の子ね、出てきて聞いたの。そしたらめっちゃいい曲で、なんか歌がすっごいうまいの。演歌歌手みたいな、喉がさ、ドゥーみたいな、カメラカベラみたいな感じのハスキーな声で、私日本のラップはあんまり聞かない、まあ聞くけど、女の子はあんまり聞かなくって、てか知らないんだけど、知らなかったし、なんていうの、結構特定の人ばっかり聞いてたから、日本にこんな逸材存在するんだと思ってすっごいびっくりした。私ラナちゃんラッパーなんだけど、日本の若い女の子のファンが多分多いんだよね。ラッパーでさ、女の子のファンが多いってあんまりないじゃん。だからめっちゃ日本の希望じゃんと思って。クリエイターでさ、絵も描いてるじゃん。でこれからも頑張りたいと思っていろいろ行ったりしてるんだけど、19歳の同い年くらいの女の子ですごい、なんていうの、創作活動してる。動画とか別でなんか書いたりとか作ったりとか歌歌ったりとかしてる人をあんまり知らなかったから、こういう子もいるんだと思ってびっくりしたし、すごいインスピレーションになって、これからも頑張りたいなと思った。でこの前ラナちゃんのこと書いたんだけど、今多分インスタ今日ぐらいにあげるから見て。めっちゃ可愛い。なんかやっぱギャルって可愛いなと思って。めっちゃギャル可愛い。今の日本のトレンドも平成のギャルっぽいトレンドがすごく影響を受けてて、例えば Y2K、 それこそ Y2K、 私マジで Y2K 大好き。 Y2K 大好きなんだけど、私のイラストも大体 Y2K っぽいんだけど、 Y2K のファッションもすごく日本のファッション影響を受けてるし、この前さインスタグラムで2024年のトレンドの解説をしたし、 YouTube にもあげたんだけど、 YouTube で話さなかったんだけど、トミー・フェブラリーさんっていう人がベヨネッタグラス、細めのグラスの日本ですごく昔有名だった人で、昔っていうか昔流行ってたのかな、わかんない、ちょっとそこは詳しくわかんないんだけど、前に流行ってたこの彼女がつけてるベヨネッタのスタイルがすごく今みんなのインスピレーションになってるって話をしたんだけど、涙袋終わったから目の際とかやるね、濃いところで。この前ドージャキャットがそのトミーさんの曲をリポストしてて、やっぱりトミーさんってすごかったんだなって思った。なんて言うんだろう、ちょっとニュージーンズみたいな繊細ってなんか儚くて曲流れてきちゃった。繊細で儚くて、なんていうの、ちょっと個性的でみたいな感じ。ちょっと分かってほしいんだけど、ニュージーンズみたいな感じ。今のアイドルとか全員ニュージーンズみたいな感じじゃん。コンセプトがなんかポップって感じじゃなくて、ちょっと自然なナチュラルな感じ。トミーさんもそういう感じで、なんか彼女のスタイルがすごく現代に影響されてて、素敵な日本の文化だなって思ったし、やっぱり Y2K って最高って思った。みんな Y2K どう？好き？いろんなファッションのスタイルあると思うけど、私は Y2K が一番好き。本当に大好き。Y2K って言ってもなんか、なんていうの、本当にギャルみたいな Y2K じゃなくて、もうちょっとなんていうの、感傷的な Y2K っていうか、もうちょっとなんか落ち着いた感じ、ちょっと派手だけど落ち着いてるような感じが好き。なんかギャルみたいな感じじゃない、もうちょっと落ち着いたのが好きなんだけど、宇多田ヒカルとかそっち系分かってほしいから、紫を目の真ん中ら辺に入れます。これちょっと適当、ごめんね、なんか全員いつも気分でやってるから、今日はすごいこういう気分。今雨降ってるんだよね。明日から旅行っていうのにやめてよって感じ。もう一人っていうか、グループなんだけど、ミルクっていうバンドがいて、これなんですけど、見えづらなんか汚くない？ごめん。この人なんだけど、これはアルタナティブポップバンドダブリンの
アイルランドのダブリンのオルタナティブポップバンドの人たちなんだけど、この人たちの曲が本当にドタイプ大好きで、私1989っていうイギリスの男性のバンドも好きなんだけど、そういう音楽の種類がオルタナティブポップっていう種類なのね。でこのオルタナティブポップは結構いろいろいて、いろんな人がこのジャンルなんだけど、で私もこのジャンルの曲すごい探してて、その中でもこのミルクっていうバンドがめっちゃいい曲多い。本当になんで見つかってないのと思って、この前なんか歌詞検索して、なんか歌詞のサイトあるじゃん、英語のやつ、名前忘れちゃったんだけど、それ見たらね4人ぐらいしか見てなくて、なんで見つかってないのと思って切れた、一人で。このラメ使います。この人のロンドンって曲が私本当に今月一番聴いてる。マジで日本で一番聴いてる。でも世界で一番聴いてるんじゃないのってくらいずっと聴いてるんだけど、本当におすすめ。マジでいい曲。なんであんないい曲作るのって勝手に切れてた。早く見つかってほしいですね。はい、おすすめです。私の友達も今ダブリンに留学してて、だからもうこれ伝えなきゃいけない。マジでいい人いますよって。で私がダブリンにいたら絶対ライブ行ってたもん。悔しい本当に。アイシャドウ終わり。いろいろ終わったので、眉毛、じゃあ間違えた、まつげをやります。これを使います。前と一緒です。はい。最近さ、なんか物欲があんまりなかったの今まで。だけど最近すごい増えてきちゃって。っていうのもイラストと描いたりしてる。イラスト描いてるじゃん。でそれいろんな情報を入れないといけなくって。てか私が入れたいなと思ってて、 TikTok とか Pinterest とか他にもなんか服ディグったりしてるのね。なんか海外のデザイナーズブランドとかすごい可愛くって、デザイナーズブランドとかなんかちっちゃい個人でやってるブランドとかがすごい好きっていう話をこの前もしたと思うんだけど、とか手作りのブランドとかね、そういうのが本当に魅力的なものがいっぱいあって、最近いろいろ調べてるんだけど、そういうブランドってやっぱりちょっと高いじゃないし、なんていうの、結構送料とかもかかっちゃうし、最近 YouTube とかイラスト頑張ってるからバイトも全然入れてなくて、もうこの前とかさ、バイトのシフトを出してくださいみたいな LINE すら来なくなっちゃって、私もこのバイトもうやめるしかないんだなみたいなレベル、下地使うの忘れた。いつもこれ使ってるけど、今日はいいや、これだけでやるね。シフト出せっていう LINE も来なくなっちゃって、しないでも稼げるようにならなきゃいけないなっていう危機感を抱いてて、でこの前動画にしようと思ってたトピックがあって、それもちょっと含めて話そうと思うんだけど、ドゥームスペンディングっていうお金の使い方が今アメリカの若者の中ですごく主流というか、流行というかちょっと言い方わからないけど、そのドゥームスペンディングっていうお金の使い方をする人が増えてるんだって。でこれについてちょっと話そうかなと思って、本当はこの動画1本で撮ろうと思っても動画も1回撮ってみたんだけど、なんかあんまり話がまとまんなくてやめちゃってたトピックなんだけど、ドゥームスペンディングっていうのは破壊的消費っていう意味で、若者って経済力があるわけじゃないじゃん。あんまりいないじゃん。乾かすね。いるわけじゃないんだけど、それで経済的な力があんまりあるわけじゃない若者たちが諦めで高いものを買うみたいな。経済力があんまりない若者たちが高いシャネルのバッグとかを買うことを破滅的消費って言うんだけど、これは Z 世代、今の若い人たちって年金、今さ若い人たちが払ってる年金が私たちが将来おじいちゃんおばあちゃんになった時に、その私たちが払った分の年金がもらえるわけじゃないし、もう子育てとかできるような経済環境じゃない人も多いだろうし、なんか今までは大きい家を買って大きい車を買って家を買って、そういうのがスタンダードな
普通の生き方って言われてたけど、もう私たちからしたら一人で暮らすのが精一杯で、経済的な余裕もないし、なんか子育てとか無理だし、ローンなんか一軒家買うとか本当に無理ですみたいな、もうそういう人が増えてるんだって。まだ私はそのフェーズに達してないっていうか、まだ半分子供だから、これについてすごく詳しく話せるわけじゃないんだけど、そういうこともあるから、Z 世代が絶望してる人が多いんだって。でもアメリカの経済状況は日本よりも、日本とはよくわかんないけど、でも日本より家賃とかも高かったりとか、経済的にすごく、経済状況が日本よりも、なんていうんだ、バランスが、なんていうの、貧困の層とお金持ちの層がすごいかけ離れてるっていうのもあるし、っていうので Z 世代で絶望してる人が多くって、なんかそう20年30年のために貯金をしたりとか、マイホームを買うとか、なんか資産運用するとか、それをする前にもうなんかそういうのいいから今楽しめることをしようっていう感じで、高いバッグとかブランド品とかを買っちゃうんだって。例えば手取り20万だけど15万円のバッグ買っちゃいますみたいな。でも買った時にはさ、やっぱり嬉しいじゃん。高いもの買うとやっぱり嬉しいんだよね。なんかその時に興奮、ドーパミンが溢れるというか、もう買ったら買った時にゲットしたみたいなっていうのあるじゃん。でもそれって一瞬の幸せじゃないのかなって思ってて、いつもそれ思うんだけど、そのドゥームスペンディングっていうお金の使い方が今の Z 世代の気持ちを代弁してるというか、ハイライト塗るね。これさ、見て、全然関係ないんだけど、ここね、割れたの。見えないね。割れたの。気をつけて、これ持ち運ぶ人。若者の心の声を表してるなと思って。すごいブランド物とかあるじゃん。若い子も結構高い服いっぱい買ってるよね。私が服好きな人見てるだけなのかもしれない。同い年くらいの子でもめちゃくちゃバイト頑張って全部服に使ってますとか、そういう人もいると思うし、なんかあんまり貯金してる人なんかいるのかもしれないけど、今の若者で貯金すごいしてますって人なんかあんまり見かけないなと思って、ズームスペンディングっていう消費の仕方、これはちょっと危険だなと思って。なんかスポーツ選手で言うと、スポーツ選手ってさ、すごい頑張るじゃん。頑張って毎日練習して、なんか競争の世界に生きてるじゃん。それで優勝したらもう嬉しいし、みんなの前で表彰もされて一つの目標が達成されたっていう気分になると思うんだけど、なんか優勝って一瞬だなって思うの。わかる？嬉しさ、優勝嬉しさは一瞬だなと思って、これが高いものを買った時の気持ちと似てるなと思ったの。なんか喜びが一瞬、ドーパミンが上がるのも一瞬で、そしたらまた高いもの欲しいってなるし、スポーツ選手だったらまた一回優勝したらもう一回優勝するために頑張るじゃん。競争の世界だったらそれがいいのかもしれないけど、私たちのこの普通の生活でそれ取り入れちゃったら、一瞬の幸せのためにすごい頑張るっていうのはちょっとあんまりヘルシーじゃないなって思ったの。これはずっと思ってたことだけど、言語化してみたら結構わかりやすいなと思って今日ちょっと話してみたんだけど、私はこの一瞬の幸せよりも長い目を見てでもなんかずっと健康でいられるようなことをしたいから、貯金とかもそうだし、健康とか、なんだろう、家族とか恋人とか友達とか人間関係もそうだけど、なんか物って買うだけで一瞬で得られる幸せだから、その時の幸せのために頑張るのもいいのかもしれないけど、でもなんか本当に死ぬ前走馬灯でグッチのカバン欲しいかって言われたら別にそうじゃないなって思った時に、なんかちょっとこの買い方違うかもしれないなって思ったの。なんか私別にあんま今お金なんかちょっと結構最近使っちゃってあんまりないんだけど、でもバッグが欲しくって高めの探してて、最近なんかもうお金どうしようとか思ってたけど、その考えをね改めて見たら別にそのバッグいらないなと思って、もっとお金稼いでなんかもう身の丈に会った時でも別に遅くないなと思って、もうそのバッグ調べてる時間あったら自分のことしようと思ってちょっと考え直したの。だからこの話みんなにシェアしようかなと思って。みんなどうなの？お金の使い方ってすごい難しいよね。でもさ、よく言うじゃん、なんか
芸能人とかがさ、自分を奮い立たせるため、自分のやる気を高めるためにわざと高い家買いましたみたいな、そういうのもありだと思う。結局個人の自由なんだけど、でもちょっとドゥームスペンディングみたいな、なんか目先のことだけのために大金を使うのが普通のお金の使い方になったら将来危ないなって思う。なんか私は今生きるっていうのも大事だけど、将来のこと考えていきたいし、やっぱり頭いい人は考えながら生きてると思うんだよね。てか絶対そうだと思うの。みんながなんかテストでさ言うじゃん、勉強してきたとか言って別にしてないみたいな。それでじゃあしてない、みんなしてないんだ、勉強してないんだと思って、ちょっと束にするね。みんな勉強してないんだって思いながら、本当に勉強しないで言ったらみんな実は勉強してたみたいな、そういう感じでみんなに聞いても別に言わないと思うし、そういう話もあんまり出てこないと思うんだけど、頭いい人はやっぱり考えながら生きてると思うなと思うから、私も考えつつなんかバランスを保ちながら生きていきたいなと思った。生活との切り替えも大事だなと思った。ずっとそんなさ、上を目指してみたいな考え方でずっと生きてたら、上目指したところで絶対にその上に人がいるわけだから。でもテイラー・スウィフトでさえ絶対、ね、上にお金持ちいるしって考えたら、その生活ずっとし続けたら全然なんかもう私このままどうするのみたいな気持ちになりそうだなって思ったから、なんかその考え方はあんまりしないでおこうと思った。でもこの動画見てる人は多分若い子が多いから、まだそこまでそこを考えるまでのなんていうの、そこ考えるまでに達してない子も多分いると思うっていうか、私もこれ考え始めたの最近だしね、お金の使い方とか将来とか。でもその高校生中学生くらいからそこを考えてたら結構いいと思うからおすすめ。本当に欲しいものって結局あんまりないんだよ。物とかもさ、ゲットできて一瞬嬉しいけど、でも別にそんな変わらんからなんていうの、もっとそのね、物よりも大事なものってある気がするから、まあ大切なものもあるけどね、なんかそこ折り合いつけていこうかなって最近思った。はい、ノーズフェイス来たな。ノーズフェイスはこれです。で、鼻のここに最近やるのハマってる。ここ私さ、アイライナーしたら絶対にじむの。これ信じられないんだけど、私の目の形だと思うんだよね。なんかかぶってるのね、ちょっとわかる？なんかかぶってて、元々の影でちょっとアイライナーっぽくなってるっていうか、こういう目の形してるから、アイライナーすると100億%にじむの。これがうざすぎて最近ってかあんまりアイライナー好きじゃないんだけど、だからアイシャドウでライン引くことが多い最近。基本的に自分の眉毛に沿って、自分の本当の眉毛の形に沿って埋めるぐらいの感じ。これでちょっとさっきのノーズフェイスのこれね、ケイトのやつで埋める。終わってきた。そしたらですね、目の下をさ、ここさ白くしたらいいですよってお話ししたじゃん。でこれでこのキャンメイクのね、そこ結構見えてきたの見て。これでここをね、ここにパウダーを置くことによって白くなります。ほらわかる？ちょっと白さが目立ってるじゃんこれ。私が韓国に行く前の楽しみなことは、そっとくを真夜中に歩きながら食べることと、なんかキャバクラみたいなやばいチキン屋さんがあったのこの前。ちょっとこれはもう一回行こうと思ってんだけど、もう本当にありえない。なんかもう席が全員全部ソファーで、なんか80年代のダイナーみたいな感じで、なんかお客さんもよくわかんないそうで、
でチキンでもなんか普通のチェーン店の BBQ チキンかな BHC わかんないけど普通のチキン屋さんなんだけど店の中が結構なんか終わってて分かった異世界だったからそこに行きたいなと思ってる。あと服を大量に買うことです。もう本当に韓国行くためにマジ節約してて全然服買ってなかったの最近。サロモンの靴ゲットしたんだけどそのサロモンの靴以外はもう高い買い物全然してないので今回韓国に行くからいろんな服屋さんをチェックしてソンスがめちゃくちゃ服があるっていうのを聞いてソンスなんか代官山みたいな感じらしくってもう本当にソンスに行きたい。でも韓国ではね服をいっぱい買う予定だしもう荷物が大変なんかこの前本当に荷物をね分かんなくて旅行とか全然なんか海外の旅行初めてだったから荷物なんか何キロまで OK とかよく分かってなくってカバンを2個持ってたの。そしたらなんか手持ちのカバンと機内のカバン機内じゃない預けるカバンは1個ずつで私3個持っててなんか追加料金みたいな1万円ぐらい払わされたの。本当に勘弁してって思って全然私のせいなんだけどそういう事件があったから今回は本当に考えながら行くし服もなんかいらない服いっぱい持ってっちゃってめっちゃかさばったから今回は本当に服好きなのであっちで買った服をもう次の日着ますみたいなそれぐらいの勢いでやっていこうかなと思ってます。はいでメイクアップフォーエバーのリップライナーこれはこの前も使ってたけどやっぱりこれが本当に可愛い。あ待ってちょっと唇の色なくした方が可愛くなったっていうのにこの前気づいたから唇の色なくすね。はいなくなったからここでちょっと大盤目にやるのがやっぱ可愛い。これで縁取るじゃん。そしたらこのペリペラもうこれ3回ぐらいこの動画で使ってる気がするんだけどペリペラのレッドアップデートこれもうほぼないから韓国で買おうかなって思ってる。このティントをこのライナーの上にこのリップコンボマジで可愛いわけ、いいんじゃない今日可愛いんじゃないの。今日のポイントはリップをリップじゃないチークをここら辺に塗ってここを白くしたことこれが可愛い。でメイクは目はメイクじゃないなアイラインじゃない何アイシャドウアイシャドウあんまりしてなくてチークと同じ感じでラメここにいっぱいつける。ラメはねつけた方が可愛いからでリップコンボこれは本当に可愛いです可愛いはいこんな感じ。パッキング動画撮れたら撮りたいなと思うけどちょっと撮り方わからないから撮らないかもしれないけどっていう感じかな。なんかいろいろ話しちゃった。いっぱい話しちゃった。何話したか忘れました本当に。みんなもうなんか汲み取ってほしい、私が話したかったこと。やばいバッテリーが 10% しかないからここで終わりにします。見てくれてありがとう。ちょっと髪の毛全然何もやってなくて最悪なんだけどはいバイバイ。見てくれてありがとう。韓国行ってきます。韓国の Vlog 待ってね。バイ。